460mm ライフル砲、2種類のタッチ、腰部スラスター、精密に作り込まれたメタルビルドガンダムバルバトスオプションセットを企画担当が解説。本日は企画担当の方にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バンダイスペースコレクターズ事業部メタルビルドの企画担当をしております。よろしくお願いします。お願いします。今回はこちらのメタルビルドガンダムバルバトスオプションセットを紹介していくということで、まずこちらの存在感がすごい 460mm ライフル砲を見ていきたいんですけど、こちらはどういった仕様になってるんでしょうか？こちらの方はですね、今回やっとオプションセットということで皆様にお披露目することができまして、そもそもメタルビルドのガンダムバルバトスが永井達之監督とデザインの鷲尾直弘さんに入っていただいて、スタートのどういった内容にするかということをお話しするところからスタートしてます。実はその際に最初に出てきた姿というのがこの姿でして、左右にこの 460mm のライフル砲を備えてブーメランメイスト、それからマントを肩につけたというような姿でございました。こちらイベント会場の方でも一番最初期の画工の方、最終のものとは若干デザインが異なる部分ありますけど、秋葉原のイベント会場の方でですね掲出しておりますので、ぜひご覧いただければなと思っています。作品的にはですね、皆様もご存知の通り、鉄血のオルフェンズというもの自体は第1期第2期で一通り彼らの物語というのが決着がついているものではあるんですが、今回第1期の第4形態ということで、その間で発生したようないろんなことがあったんじゃないかということもイフも含めて装備とかを考案いただいたという感じでございます。肩のマントに関してはマルコシアスがウルズハントの時にですね、マントを羽織っている姿が薬剤戦時の姿があったかと思うんですけど、あちらを印象として持ってきておりまして、そういったところのつながりも感じてもらえるんじゃないかなということで入れております。ブーメランメイスとかに関しては、ソードメイスであったりレンチメイスであったり、いろんなタイプの鈍器を、バルバトスは使うことで皆さんも、ご承知かと思うんですけど、今回はですねその中でもブーメランの形をした投げて飛ばせるようなメイスでどうだろうということでご提案をいただいて、そういったことからこの姿になっていたという感じでございます。で特にこちらの460mm のライフル砲の方は最高発で今我々の方で小発進化をさせていただいているので、そこで一つシルエットが大きく変わるような面白さがあったらいいねというご提案もいただきながら、この装備をご保案いただいたという感じでございました。個人的にはマントに三日月オーガスっていう漢字で書いてあるんですけど、本編中で三日月がクーデリアから教わるという微笑ましいシーンがあったかなと思ってるので、幕間のくさびの時の話ではないですけど、鉄火団のみんなから送られるようなそんなイメージで羽織ってるのかなというふうには、担当としては、受け取っておりました。この、460mm の、ライフル砲の方なんですけど、こちらですね今、通常形態の状態で今お見せしてるんですが、これが、射出形態になると、さらに伸びてですねトータル 280mm というロングサイズになるようなボリュームの装備になっております。はい、ありがとうございます。いや、IF のね、もしもの世界観の話もありましたけど、改めてこう見ると存在感もすごいですし、さらに、このね武器だけのボリューム感で、射撃形態にも変更が可能ということで、早速ちょっとそちらの方も見ていきたいと思います。はい、変形させていこうと思います。まずですねここに蓋のパーツがありまして、この蓋は、シャッターで実際は閉まってる設定なんですけど、商品的には、パーツを別パーツにしてやっております。でここのところから、この砲身の方をですねぐーっと前に動かしまして、でこれをここにポンとはめる形になります。でここにロックがありまして、ロックを閉めてこれを動かしてカチッとロックをするという形で、そしてグリップを起こして、で先ほど取ったこの蓋をですねこちらの方にやるという形になってます。はい、鷲尾さんの、お打ち合わせをしている時のイメージだと、この断層の部分から、砲身の方にこういう形で移動する。そしてさっき蓋を開けたことでこの砲身自体が初めて全部つながることになって射出形態になるというようなことをご説明いただいてまして、いやデザインだけじゃなくて実際にどう使われるかというのを想定されて作られているんだなという感じがしておりました。であとこちらの外側のシールド部分になるこのブルーの色なんですけど、詳しい方も結構いらっしゃるかと思うんですが、鷲尾さんが結構画工で描かれる時に大体青の色が一番最初のバルバトスもそうですし、ルプスレックスなどでもそうなんですけど、最初のその準備工というか手前の鷲尾さんのスケッチだとよく青の色がよく使われてるんですが、今回は武装の方にも青の色の指定をいただいてまして、そういう意味ではすごく鷲尾さんらしいカラーリングのバルバトスなんじゃないかなというふうに感じております。射撃形態になりますとこのような形になってまして、先ほどお伝えしたように280mm ということで非常に
長いサイズになるのと、グリップのところでですねこうやって保持するという形になっております。両方を同時に使うであったり、片方を使うであったり、いろんな使い方を想定されているというふうに受け取ってますのと、鷲尾さんの学校の方ですとこれをつけた状態で普通にブーメランメイスを振り回してるっていう絵面だったので、それでいくと先ほどお見せしたように打ってない時には後ろにそのまま保持できているというようなことを、心がけて作っていきました。なんで特にこの後ろのところでいきますと、こういったところがダイキャストのパーツが使われていたりで、強度がしっかりと出れるように、みんなで工夫してきたところがあります。あとはここの、伸ばすとこのシリンダーとかもですね、金属パーツを使って作られていたりという形で、細かいディティールとかも、鷲尾さんにびっしりと、書き込んでいただいているので、この辺はいわゆる今までの立体物だと発生してない鷲尾さんならではのモデリングの仕方っていうのが非常に個性として出てるなというふうに感じますので、ぜひ手に取っていただける方はですね、楽しんでいただければなというふうに思っております。設定の段階からすごく作り込みも細かくて、そしてねこのサイズ感でしっかり保持することができる、ダイナミックな上にこの質感がメタルビルドらしい感じがしっかり出てますね。そうですね、今回エクストリームバーサスのゲームの方にも、登場させていただいてますので、そこでいくと実際にこれが動いてる姿っていうのを一緒に皆さんに見ていただくことができて、とてもいいんじゃないかなというふうに感じております。続いてタッチと腰部スラスターを見ていきましょう。こちらの方はですね、10周年記念映像でも出ての、幕間のくさびに出てきたバルバトスアダプトの装備をメタルビルド用として、アレンジしてみたものになります。今映していただいているようにですね、非常に、長い、タッチが、個性的なところでして、こちらですね、通常版の方に、ついているタッチがこんぐらいの長さなんですけど、それよりも長いものということで、こちら監修時に、鷲尾さんの方からノーマルのタッチより長いんだよねっていう風なお話をいただいて、ちょっとその分も含めて、かっこよく長く、張り出す形でさせていただきました。こちらの大きなブースターの部分っていうのがあるというのが個性的な装備になっております。で、商品の方はですね、この真ん中の部分というのが先ほどご覧いただいた 460mm ライフル砲の、基部をそのまま使いまして、この左右のスラスターをつけるという、そういう、商品になってます。で、こちらの方の刀の方はですね、ご覧いただいているの通り、この留め具を開けますと、これが取り外せるようになってまして、当然これを持たせることができますので、このような形でですね、二刀流みたいな形ができるようになっております。いやサイズ感もすごいですけど、このエッジの効いた造形、そしてリアルな質感、すごくダイナミックなポージングを演出してくれますね。そうですね、本編ですと、この短い方の、小太刀の方を敵に刺して、それを足で蹴り込むみたいな結構、ワイルドな戦い方が印象的だったかと思うんですけど、実際に商品の方でいくとこのような二刀流のヒーロイックなポージングであったり、面白いシチュエーションというのも作っていけるような、そういう形になっていきますので、手に取っていただいた方はですね、いろんなポージングやいろんな、ディスプレイを楽しんでいただければなというふうに思います。続いて腰部スラスターの方を見ていきましょう。はい、腰部スラスターの方はですね、このような形で、後ろに大きく張り出した同節の、スラスターという形になっています。で、先ほどご覧いただいたように、太刀と小太刀を喧嘩しているというデザインになるんですけど、このような形の、長い形になってまして、ここのものが、自由に動くという感じなんですが、青の色が入っていたり、メタリックの彩色でですね、スラスターの内部が、塗られていたりという形で存在感のある形に、こちらも鷲尾さんがしっかりと、ディティールを、書き込んでくれてますので、非常に密度感のある仕上がりになっている感じでございます。でこちらは、ギミックとかはあったりするんですか？そうですね、こちらの方は、本編の映像でバックステップをして、敵との距離を取るというシーンが非常に印象的だったかなと思うんですけど、こちらもですね、この上のハッチの部分とこの下のハッチの部分というのが、上下に開く形で、逆噴射をする時の、シチュエーションというのを再現できるように作ってあります。この中の部分もですね、ちゃんとメタリックのカラーリングで、色を入れてありますので、すごく存在感のある、形で今回の、この腰部スラスターっていうのを皆さんにお披露目できるんじゃないかなというふうに感じております。劇中での躍動感あふれるシーンを再現できるということですね。そうですね、やっぱりバルバトスに乗ってる時の三日月というのが荒屋敷の影響もあって、すごく人っぽいというか、ちょっとイレギュラーな動きをする機体というイメージがすごく強いかと思いますので、それでいうとこの本体自体も、胴体が何節もに分かれて、稼働したり、非常に今までのメタルビルドの中でも一番動物的なというか、そういった動きが可能な、商品になってますので、ぜひこの追加装備と一緒にですね、射撃をしてみたり、切り込んでみたり、掴みかかってみたりという、そういうバルバトスを、堪能いただければなというふうに思っております。
改めてセット内容は 460mm ライフル砲一式、腰部ジョイント一式、腰部スラスターユニット一式、タッチ、小立ち、追加支柱一式となっていて、プレイバリューを拡大するオプションセットとなっています。今説明いただいた追加支柱というのがあるんですけど、こちら本体の方についているのがゴッドガンダムとかでも使っていた短いタイプの支柱を、商品に入れてるんですが、今回スラスターの大型の武装であったり、そういったものも含めて宇宙空間でのイメージであったりで飛び上がらせて飾りたいという形もあるかなと思うので、一応今回オプションセットの方にはこちらの長いサイズの、支柱の方も付属させていただいて、地面に立っているバルバトスだけではなくて空中に飛び上がっていたり飛行しているっていうシチュエーションも楽しめるように、ご用意してみました。こちらもこの先端のところは金属を使っておりますので、この重量をしっかりと保持できるように構成しておりますので、いろんな形で楽しんでいただければなというふうに思っております。ではせっかくなので、その支柱を使ったダイナミックなポーズを見せていただいてもよろしいでしょうか。はい。それでは一旦こんな風にディスプレイしてみました。バルバトス自体も宇宙空間で戦ったりというシチュエーションもあったかと思うんで、今回は空中に飛んでるというようなシチュエーションで飾ってみましたが、こういった形でこの長い支柱の方を使って新しいポージングとかも楽しめるようになりますんで、ぜひいろいろと楽しんでいただければなというふうに思っております。バンダイマニア。そして究極を目指す完成品フィギュアブランドメタルビルドにフューチャーした期間限定のポップアップイベント、メタルビルドエキスポが現在開催中なんですよね。そうですね。2年前2024年にもイベントを開催させていただいたんですが、今回また秋葉原の直営店の方で今開催しておりまして、今回はですねすでに皆さんもご覧いただいている仮面ライダーの01であったり、初音ミクであったり、それから先日から受注もやらせていただいているニルバーシであったり、そういったものも含めていろんなものをメタルビルドでお見せするというところも、いつもよりもバラエティに富んだ形でお見せできるんじゃないかなと思います。で、こちらのバルバトスの方ももちろん飾っておりますのでですね、気になる方はぜひストアの方で見ていただければなというふうに思っております。ありがとうございます。本日は企画担当の方に魅力を語っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。メタルビルドガンダムバルバトスオプションセットは現在受注中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。